本日はストラテジーとして投資の振り返りと10週以降のシナリオを私個人の解釈を持って話していきたいと思います。はじめにこちらドル円になります。ドル円は今週安値更新となりました。足元の相場では、こちら直近10月の22日週から数えて3週の組み合わせ、これが IOI のサインを点灯し、翌週の足がざらばにこちらの高値をトライがあったにもかかわらず反落がありました。そして先週のスパイクローは今週のこちらの確定足により弱気のシグナルとなっているわけですね。なぜなら本来的にこういったスパイクローのサインは支持ゾーンの確認とさらに買い支えの厚み、そういったものを示唆するわけですが、今週の足はこちらの安値更新へとつながっているからになります。ですから次週以降はさらなる割り込みが想定されて、トライの参考としましてはこちらの8月の27日週の形線、こちらの安値144円の中盤付近は試されるというふうに見ています。さらにこういった RSI で見ていきますと、現在のこちらの指標がこういったですね、7月の安値、こちらの支持ライン付近への接近が見られていることからも、目先ドル円の弱含みは維持されやすいでしょう。したがって次週以降のストラテジーとしましては様子見がベストと考えています。続いてユーロ円になります。ユーロ円は今週安値の更新が見られました。足元の相場ではこちらの10月の29日週の直近の最高値159円後半をブレイク、さらにその後3週の続伸を得て先週の足がスパイクローを形成しました。こちらのスパイクローのサイン自体は先週の段階では強気だったわけですが、今週の大陰線の出現によってしばらくの間、上値トライが封印されたというふうに見ています。しかしながら構造的に何ら変化はないため、サポーティングゾーンの確認ができましたら再度メイントレンドへの回帰が見込まれやすいでしょう。ですから戻りの参考としては、この付近が7月の高値158円付近は目前ですから、次週以降トライがありましたら比較的容易に割り込まれるというふうに見ています。さらにその場合はこういった GMMA の長期束への接近も視野に入れ、ストラテジーとしましては当面様子見しつつ支持ゾーンの確認の有無を注意深く観察していきたいと考えています。次にポンド円になります。ポンド円は今週前の週の足に対するインサイドのサインを形成しました。とりわけ今週の相場ではこちらユーロポンド見ていきますと、こちらがですね大きく下落が大きかったため、ポンド円に関しましては他の黒線と比較すると、かなり売り圧力自体は限定的であったわけですね。一方で全面的に円安の流れが停滞していることからも、次週以降反落を想定しつつ戻りの参考としましてはこちらの先週の安値付近へのトライは基本的にあると考えて、支持が得られれば、再度上を追っていくとは思われます。逆に割り込みがありましたら、10月の29日週こちらの大陽線の安値に示されました180円の後半は戻りの参考として、考えて、こういったところトライがありましたらしばらく上値が追えないといったことも考えられます。したがって次週以降のストラテジーとしましては、こちらもやはり新規エントリーはリスキーであることから様子見がベストと考えています。最後にユーロドルになります。ユーロドルは今週ざらばに高値トライ後に反落して、前の週の足を上下に更新するアウトサイドのサインを点灯して引けました。足元の相場ではこちらの10月の1日週のスパイクローから切り返しが継続されています。そのような試合の中で今週の反落は先ほど述べましたようにドルに次いでユーロ安が際立ったことによるものと捉えて、基本の見方は一旦の底打ちからの保ち合いの継続になります。ですから次週以降の焦点は早急な、今週の経線の高値上に追っていけるかという点になると考えています。なぜなら GMMA の位置関係で見ていきますと、プライスはこれの上に位置されています。保ち合いですから今後継続的に上に追っていけるかは断定できないですが、少なくともこのゴールデンクロスを、形成する前段階の10月のサインが効いているからになります。ですから、このように広めにセットしたレンジの中でこちらがですね、さらにこのレンジを半分に割っていきますと、真ん中よりも上に定着がされているわけですから、こちらもですね、大した反落なしにいずれ上限を回復していくというふうに見ています。したがって次週以降のストラテジーとしましては様子見しつつ今後の動きを観察していきたいと思います。
最後にまとめになります。今週の相場では円の買い戻し、つまりクロス円としましては、こちらのドル円ですとか下落が見られました。特にユーロドルあたりに売りが集まり、しばらくの調整を示唆しているというふうに見ています。ですから、これらを新規エントリーの対象から外し、今後の動向を、引き続き見ていきたいと考えています。一方で、ドルストレートに関しましては、ドル円の下落を受けて、こちらポンドドル、このようにですね、続伸が見られています。とりわけ今週の相場ではユーロも弱かったわけですから、このように先ほどのユーロドルはポンドドルと比較しますと弱かったというふうに言えます。しかしながらドルストレートの中長期的な、こちらの、昨年9月のボトムアウトからですね、順調に、形成されているわけですから、こういったところも、底打ちが、蓋然性が時間の経過とともに顕在化しやすいと見ていますから、これらも観察を引き続きやっていきたいと考えています。時刻は12月の2日朝の7時半前後です。本日ご視聴いただきましてありがとうございました。